こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆側だよ。今回は、呪術廻戦に登場する善意牧の泣き。今回は、呪術廻戦に登場する善意牧のなぎなたを作ってみました。呪術廻戦、ついにアニメが始まりましたね。僕はコミックスも集めてましたので、早くアニメが始まらないかと待ち遠しかったです。これから毎週楽しみですね。それではみんなで作ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃のパーツを切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まず、刃の段差部分を再現するためにパーツを一つ貼り付けます。そして COS ボードのパーツを瞬間接着剤で貼り合わせていきます。それを工作用紙の刃の方へ瞬間接着剤で接着します。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げた棒を瞬間接着剤で接着します。もう一枚の刃を瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤を多用してますが、すべて100均のを使ってます。100均のをたくさん買って別の容器に詰め替えて使ってます。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。最後に端に1枚パーツを接着します。これにて刃の組み立てはひとまず完了です。逆ヨガ！他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。絵の前半部を組み立てます。まずは2枚のパーツを接着します。側面に薄い COS ボードを貼り付けて、継ぎ目が目立たないように仕上げます。刃の棒部分に通して端を瞬間接着剤で接着します。水道のパイプを2つに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使っていますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。2つに切り終わりました。ボンド G17 を使って薄い COS ボードをパイプに接着します。刃の棒部分に厚みが出るように COS ボードを接着していきます。このような接着しがたい箇所の接着の場合は瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 でも手軽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。水道パイプを差し込みます。厚みを出したのでちょうどよく入ります。端を瞬間接着剤で接着します。引き続きパーツを組み立てます。こういった接着しがたい箇所だとアルテコスプレーを使うととてもやりやすいです。アルテコスプレーは特級呪具として認定してもいいかと思います。縁取りをするために薄い COS ボードを細切りします。そしてそれを端に接着します。できたパーツを通して端を接着します。
グルーガンで鋲のようなパーツを再現します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。これにて絵の前半分は組み立て完了です。逆用は動画で説明しきれてないことや型紙データをサイトにまとめてます。これから作る方はサイトもご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。絵の後半部を組み立てていきます。前半部と同じように水道パイプに COS ボードを貼り付けます。そして細かなパーツを順次貼り付けていきます。端のパーツを組み立てます。厚めのボードを3枚接着します。カッターで削って形を削り出していきます。端に瞬間接着剤で接着します。これにて組み立て作業が完了です。次は塗装に行くよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらまずはベースカラーとして全体をラッカースプレーで真っ黒に塗り上げます。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきました。刃を暗めの銀色で塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをいくつか貼り付けて、型紙を使ってマーキングしていきます。左右1枚ずつ必要ですので2枚マーキングします。それをカッターナイフで切り出します。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。というわけで貼り終わりました。刃を銀色に塗っていきます。これもエアブラシじゃなくてラッカースプレーなどで構いません。波紋を描いていきます。これはエアブラシじゃないとちょっと再現が難しいかもしれないですね。持ってない方は省略するか筆で再現するといいと思います。マスキングを剥がしてしまいます。色の境目が綺麗に出ましたね。絵を茶色に塗り上げていきます。残りのパーツは筆でサクッと金色に塗ってしまいます。これで塗装は終了です。モフモフしたパーツを作ります。まず、フェイクファーをカットします。フェイクファーは手芸店に売っています。端をグルーガンで接着します。この時全部接着するのではなく途中まで接着しておきます。膨らみが出るように中に新聞紙を詰め込んでおきます。手芸店で買ったゴム紐を切ります。ゴム紐と端の方をまとめて接着してしまいます。ゴムの部分を引っ張って絵の前半部へと取り付けます。リングと赤い布を作ります。リングは手芸店で買ったものです。テカテカしててかっこ悪かったので、艶消し黒を吹いてます。ノコギリで切れ目を入れます。3つあるリングを組み合わせます。本体の方へと取り付けます。切れ目を瞬間接着剤で接着しておきます。手芸店で買った赤い布を切ります。アイロンで折り曲げて、ミシンで縫っていきます。リングにグルーガンで接着します。ジョイント用の棒を作ります。園芸用の棒をカットします。そして厚みを出すために瞬間接着剤で COS ボードを接着します。作った棒で絵をジョイントしたら、これにて一通り完成です。全長は200センチ、重量は 650g です。制作時間は12時間、材料費は2500円です。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。水道パイプや鉄の棒を使ってるので丈夫です。4級10例ぐらいでしたら倒せるかもしれません。ちなみにこれを作った現時点では、牧野なぎなたのカラー資料はサイトの立ち絵とオープニングの一瞬のシーンしかありません。その2つの資料の中でもモフモフがあったりなかったりという違いがあるので、実際本編に登場したらさらに何か違うかもしれないので、その点はご注意ください。極拳
はい。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。